はいどうも、浦ラスです。今日はですね、また富士フィルム XS20 についてね、お話ししていきたいと思っております。前回、前々回とね、レンズの話とか、あと初期設定の話をね、させていただきまして、ありがたいことにですね、結構見ていただいておりまして、で、特にその初期設定の話をさせてもらった時にですね、コメントでもうちょっと詳しくね、説明というか、よりね、詳細の設定を教えてほしいというようなご要望をいただきまして、で、確かにその時ですね、ちょっと時間の都合上、省略しちゃった設定項目もありまして、それがですね、何かと言いますと、それがですね、いわゆるここのモードダイヤルの設定と、あと、このですね、Q ボタン、クイックメニューのね、中身の設定についてのお話はちょっとね、省略しちゃったんですよね。この部分って結構やっぱり好みに分かれる部分だったんで、皆さん好みに設定してくださいねって感じにしちゃってたんですけど、言われてみれば確かにですね、ここの方が何を設定していいか分かんないなというところもあってですね、せっかくならね、私が今使っているこの XS20 でね、設定している項目をちょっと皆様にご紹介させていただいて、それをね、一つ参考にしてもらって、自分のね、カスタマイズを見つけてもらう。そんな感じでね、この動画使っていただければ嬉しいかなと思っております。なんでね、今日はこのモードダイヤルと、あとクイックメニューの中身を中心にね、前回お話しできなかった設定項目の詳細項目をね、より深掘ってご説明できればなと思っております。で、このチャンネルでですね、こんな感じで撮影機材のお話でしたりとか、あとね、ガジェット類のね、レビューとかをさせてもらってるチャンネルでございます。もしよければですね、チャンネル登録、高評価もいただけるとめちゃめちゃモチベーション上がりますので、よろしくお願いいたします。では、早速ですね、アングルを変えてご紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、写真のクイックメニューからご説明しようかと思います。自分はですね、16個最大のね、数字で項目を割り振っております。で、何に割り振ってるかというと、1つ目がね、ここ、フォーカスモードですね。これやっぱりしょっちゅう変えるんで、マニュアルにすることもありますし、コンティニュアス AF ないしはシングル AF にね、するっていうこともあるので、フォーカスモードをね、一番最初に切り替えれるようにクイックメニューのところに置いてありますね。で、これ多分初期からあるんじゃないかな。多分そうだと思う。わからない人のために、念のためにね、ご説明だけしておくと、コンティニュアス AF っていうのは AF の中でね、常に被写体にオートフォーカスを合わせていってくれる、追従してくれるっていうモードでして、で、シングル AF に関しては、その一つの場所にね、ピント合わせたらそこにピッと、そのままピントを置いといてくれるというようなイメージのフォーカスモードになってます。間違ってたらすいません。一瞬でね、ここを切り替えれるようにしてあるので、動き物とか撮るときにはコンティニュアス AF。で、風景とかね、スナップ写真とか撮るときは AF とかね、シングル AF を使ったりとかしております。で、その隣がですね、AF モードの内容ですね。このワイドトラッキング、どこにどういう形でピントを合わすかっていうやつなんですけど、シングルポイントとかであれば、設定したポイントにピント合わせてくれるってやつで、他にはゾーンとか、ワイドトラッキングとか、それぞれ画面を見ながらね、このカメラ自体が全体バランス見て良さそうなピントのところを合わせてくれるというものになってます。で、オールにしておけば、その辺のところを自動でね、判断してくれて、いい感じのところにね、ピントを合わせてくれるというものです。ちょこちょこね、シーンによっては変えたりするんで、ここもクイックメニューで変えれるように自分はしております。で、その隣がですね、ダイナミックレンジになりますね。ただ、ダイナミックレンジを上げるとですね、実は最低 ISO、ISO 感度がちょっと上がっちゃうんですよね。200% とかにすると最低 ISO 感度が320から。で、400にすると640からって感じになっちゃうんで、ノイズ、ISO を上げることによってのノイズが気になるよと、全然 100% でもね、いいんじゃないかなと思います。で、その下はですね、これはですね、オートフォーカスの顔検出、瞳 AF 設定のオンオフをここでできるようにしてます。で、同じく今回からですね、被写体検出の設定もオンオフできるようになっているので、このクイックメニューのところに載せてます。
ここでね、状況に合わせて車とかバイクとか電車とか、いろいろね、鳥とか動物とかありますので、ここで一発でね、切り替えることができるんで、自分はここに配置させてもらっています。で、あと画像サイズ。これもね、ちょこちょこ変えるんですよね。サムネとかの画像を撮るときとかって結構16対9に自分頻繁にするんで、ここでね、画像サイズ変えれるようにしてます。たまーにですけど、ローで撮るとか、ロープラス、ファインで撮るとか、いうのがあったりするんで、ここでね、変えれるようにしてあります。で、その下なんですけど、これがですね、色味の情報とかを変えることができる細かい設定項目になってまして、例えばハイライトトーンであれば、いわゆるハイライトね、白いところの部分の強さをね、変えたりとかできますし、あとシャドウトーンですね、影の部分を強くしたり、濃くしたり、薄くしたりみたいなところがここで調整することができます。で、同じくカラーですね、色味の、これは色彩とかでいいのかな、色味の濃さとかって言ったらいいのかな、その辺のところを変える項目になってまして、ここでプラスしたり、マイナスしたりっていうのができるようになってます。で、シャープネス、いわゆる明瞭度みたいなもんですね。この辺のところもここで変えれるようにしてあります。で、なぜここでこれをしてるかっていうとですね、メニュー画面でも結構上の方にこれって来るんで、正直ですね、クイックメニューにしなくてもいいんじゃねえかっていう意見が多々出てくると思うんですけれども、自分も、全然それでいいとは思ってたんですけど、ここでですね、変えても、どんな色味になったかっていうのはすぐ確認できないんですよ。ここでカラーをね、ちょっとプラスにしました。ってなったら、プラス1になりましたよっていう数字しかね、メニュー画面で見えないので、これ、細かい設定をいちいちね、していくにあたって、ちょっと大変だなと思いまして。で、このクイックメニューであれば、背景透明にしてるんで、どんな風に映ってるかっていうのをこの隙間からね、見ながら、シャドウトーンとかハイライトとか、カラーとかをね、変更できるっていうところで、ちょっとした変化をね、画面上で見ながら調整できるっていうのが自分としてはやりやすいなと思って、ここにこの4つをね、一旦置いてます。で、それと同じ理由で、グレインエフェクト、あとカラークロームブルー、でカラークロームエフェクトも同じような感じですね。この辺も色味の調整のところで個別いつでもいじれるように自分はしております。で、あとセルフタイマー、たまにね、自撮りというかサムネ撮影用にね、するんで、ここにね、セルフタイマーのオンオフを入れております。自分がね、よく使う、クイックメニューで使う項目はこんな感じです。で、正直、この色味の調整の部分は、使わない人はね、ここになくてもいいと思います。そういう方はですね、この表示する項目を16個からさらにね、減らしてもらって、必要な分だけのね、項目にしてもらえれば、よりスッキリすると思いますので、そこはお好みで調整してもらったらいいんじゃないかなと思います。今ね、16にしてますけど、12個だったりとか、8個とか、4とかにもね、することできるんでね、かなりシンプルにすることもできます。で、これが写真のクイックメニューの話でして、動画のね、クイックメニューの話もこのままやっちゃいますね。動画の方のね、クイックメニューに関してはこんな感じになってます。この一番左の部分はね、マニュアルか、絞り優先か、シャッタースピード優先か、プログラムかっていうところのやつなんで、固定なんですけど、こっちからですね、コンティニュアス AF とか、またマニュアルフォーカスを切り替えることができるフォーカスモードを割り振っているのと、あとね、動画に関しては解像度、ここで変えれるようにしてあります。で、あとフレームレートもですね、メニュー行かなくてもここで変えれるようにしてありますね。で、最近はね、24p で撮ることが多いです。で、あとはね、ここにも同じく顔検出ですね。瞳 AF の設定とかのオンオフができるようにしてるのと、被写体検出。その隣にですね、ビットレートも一応ね、設定できるようにしてあります。これは何かというと、動画のね、いわゆる密度というのかな、撮るにあたっての、どんだけ容量をギチギチに詰めて撮るかっていう話なんですけど、最小が50まで、で、最大が360までありますと。
大きくすれば大きくするほど、正直言うと高画質になるんですけど、ただ、その分ファイルの容量も重たくなりますので、自分はね、100ぐらいで使っております。これぐらいがちょうどなんていうのかな、ネットに上げる、SNS とかに上げるファイル容量としてはまあ軽く済んで、で、画質もまあまあいいんじゃないかなと、個人的には思って、バランスの取れてるかなと思って、これを使っております。ちょっとね、上げてもいいかなとは思ってはいるんですけれども、自分はちょっとね、ファイルの容量、そのままの素材でボンと、で軽くカットだけして、SNS に上げるみたいな使い方してることが結構多いので、100ぐらいにね、しております。あとはね、動画としてのクイックメニューとしては、このブレ防止モードのブーストをオンにするかオフにするかってやつを、ここで選べるようにしてますね。基本的にはあんま使わないんですけど、たまーにね、ちょっと歩きながらとか、かなり手ブレが発生しやすいタイミングで、これをオンにして、手ブレを抑えた動画っていうのを撮るようにしております。で、あとはハイライトとシャドウトーンとカラーっていうのをね、割り当ててありますね。で、次はですね、ダイヤルについてね、お話ししようかなと思っております。まず、ダイヤルについてなんですけどね、カスタム設定ができるようになってまして、ここ C1、C2、C3、C4、この4つがね、カスタムダイヤルと呼ばれるものになっていて、自分のオリジナルの設定をね、ここに割り振ることができるというものになっております。他にもね、M とか A とか S とか P とか、それぞれあるんですけど、これが写真用のね、モードになっていて、マニュアルの M、これは絞り優先のね、A モード、で、シャッタースピード優先の S モードの、プログラムの P。であとね、オートっていうのもね、あったりしますね。オートがね、かなり優秀でして、自分もね、今まであんまり S ペンの方では使ってこなかったんですけど、XS20 ではね、このオートモードをちょっと使っていこうかなと、個人的には思ってます。そのカメラが、このシーンに一番これが適しているというふうに判断してパシャッと撮ってくれるんで、結構ね、自分が、そんな撮り方もあるんだ、みたいな勉強になることもあって、ちょこちょこね、最近使っております。で、被写体検出もね、オートモードであれば、自動でね、自動車だったりとか、あと飛行機だったりとか、猫とか動物とか、その辺のところの被写体認識も自動でやってくれるというものなんで、かなりね、オートモードが優秀になってる。かなり楽しい機能になっていますね。ただ残念なのが、被写体検出のね、オートモードは、このダイヤルのオートの時にしか使えないんですよね。なんで、他のダイヤルでね、設定してるカスタムダイヤルの時とかにも、被写体検出のね、オート検出をね、入れてくれたら、めちゃめちゃ嬉しいなと、個人的には思っております。ちょっとそこのところ、ファームアップデートで期待しております。一応ね、言っていくと、このフィルターっていうモードも実はありまして、これ、結構面白いんでね、初めて使う方、一回試しにやってもらったらいいんじゃないかなと思うんですけど、これ何かというと、フィルムシミュレーションとはまた違った遊び心のあるね、フィルターがいくつか用意されておりまして、例えば今これだったらトイカメラなんですけど、他にもローキーとかってね、ちょっと写真を暗めにね、撮ってくれたりとか、あとね、このパートカラーっていうね、例えばなんですけど、こんな感じで、特定の色だけ抽出して、あとはね、モノクロにするみたいなね、こんなような面白い機能もフィルターとしてありますので、それがね、このフィルターのモードダイヤルになります。Vlog モードのね、詳細は、正直ね、レビューが溢れ返ってるというか、公式もね、かなり詳しく説明してたんで、自分の動画ではね、省略しようかと思います。自分はですね、じゃあこのカスタムダイヤル1234をどういう風に割り振ってるかっていうところをね、今からご説明しようかなと思います。まずですね、このカスタムモードの設定っていうところですね。一応さっきね、設定画面の方から、この IQ の一番下のところかな。違うわ。ページで言うと3ページ目だ。3ページ目のカスタムモード設定っていうところから見れるようになってるんですけど、自分はですね、C1 に動画、C2 にまた動画、で、3、4に写真の設定を割り振っております。
これね、一応理由があって、このダイヤルのね、配置を見ていただきたいんですけど、自分が一番使うのって実はここのね、動画の、大元の動画のモードなんですよ。ここで大体の動画をね、撮っちゃうんで、ここを一番使うんですけど、じゃあこっから写真を撮りたいってなった時に、例えばですよ、マニュアルで自分いつも撮るんで、M にしようってなったら、もうね、半分回さなきゃいけないんですよ。で、こんなことしてる間に、写真のシャッターチャンスがね、逃げてってしまうのが嫌だったんで、一番近いところどこだってなった時に、フィルターを挟んだ C4 がね、実は一番近いんですよ。なんで、ここに自分は写真の設定を割り振っていて、大体はこの C4 で写真、この動画のマークで動画を撮る。この2ステップだけでモードを切り替えてます。こうすることによってですね、あ、この時は写真だわ。カチカチ。この時は動画だわ。カチカチ。っていうのはね、もう見なくてもできるようになるんですよね、これで。自分は S10 の時からずっとこうしてるんで、今回もね、それを踏襲しようかなと思っております。S10 の時はね、C3、C2、C1 全部ね、写真の設定しか設定できなかったんで、全部ね、写真の項目をそれぞれ割り振ってたんですけど、今回からね、動画の設定も割り振れるということで、この C2 と C1 に関しては、今試験的にね、動画の設定を割り振っております。そんな感じでね、写真と動画の割合は2対2でね、やっているという感じですね。じゃあ C4 の方にはどんな設定を割り振ってるかっていうところをね、説明していきたいと思います。C4 に関してはね、前回初期設定でご説明した内容をもうほぼそのままになっております。で、そうだ。前回の説明の時にね、ちょっと言えなかったんですけど、写真の時ってシングル AF にしてると、ピント合った時にピピっていうね、音が鳴るんですけど、初期設定のままだと、どうやらこれね、鳴らないようになっていて、それのね、編集方法をお伝えするの忘れてましたわ。このね、音設定のところから、AF の合唱音量っていうのがありまして、これが最初オフになってると思うんですけど、音量ね、1にすれば音が鳴ります。で、2と3にすればより大きい音がね、出てくるんで、ここで設定を変えておけば、ちゃんと AF があった時にピピッとなってくれるというものになります。次、カスタムダイヤル3はですね、同じく写真設定なんですけど、ここはですね、自分よく最近オールドレンズを使うようになりましたので、マニュアルフォーカスのレンズ用の設定にしております。ベースの設定はさっきとね、変わらないんですけれども、もう最初からここはですね、マニュアルフォーカスに設定を変えております。で、あと、オールドレンズ使うときによくですね、クラシックネガっていうフィルムシミュレーションを使うようにしているので、このクラシックネガの設定も若干変えてあります。こんな感じでね、色味の調整をしている。そんな感じになってます。で、この辺のクラシックネガの設定はね、別途おすすめのポートレート用のね、クラシックネガの設定みたいなのを自分で作ったやつご紹介している動画があるので、興味があればね、こちらもぜひ見ていただければ幸いです。なんで、C4 が通常の現行レンズで使う写真用。で、C3 がマニュアルフォーカスで撮るように、いわゆるオールドレンズ用の設定にしているという感じですね。ここからが動画の設定になりますね。このカスタム2のところのダイヤルについては動画のね、設定にしているというふうにお伝えしたと思うんですけれども、動画のね、設定項目に関しては写真の設定タブとちょっとね、項目数が変わっていて、動画の設定一覧ということで、今回からですね、こんな感じで、フレームレートとか、あとファイルの記憶のね、形式だったりとか、フィルムシミュレーションとかのね、一元管理できる設定画面がありまして、ここからいろいろ変えることもできるようになっております。あと、ハイスピード撮影。いわゆるスローモーションのね、撮影をする時とかの設定をここでいじることができたりとか、メディアのね、記録の設定、SD に対してどういう風にね、保存するかっていうね、設定ができるようになってます。さっき言ったビットレートの話だったりとか、あと今回からね、ロング GOP だけじゃなくて、オールイントラでね、
内部収録できるようになってるんで、そういった設定をここで変えることができます。で、ロング GOP と、じゃあ、オールイントラって何かっていうのがね、出てくると思うんですけど、ちょっとこれもね、私もう勉強したばっかりなんで、詳しくはないんですけど、ざっくり言うと、ロング GOP はまとめて圧縮した状態で保存する形式になってます。なんで、ファイル容量がね、だいぶ軽いというか、出来上がったファイルがより圧縮された状態って言ったらいいのかな。な状態で保存される形式になってます。逆にね、オールイントラっていうのが、フレームごとに圧縮をかけて保存されるものになっていて、結果としてはあんまり圧縮されないんで、ファイル容量としては大きくなっちゃうんですよ。なんですけど、フレームごとにちゃんと容量、データとして持ってるんで、動画編集がね、すごくしやすくなると。動画編集ソフトがすごく軽く動くというような特徴があるみたいです。これもちょっとまだ勉強したてでね、実感まだできてないんで、ここに関してはね、本当に編集軽くなるのかっていうのは、今後検証していきたいと思うんですけど、ざっくり言うとそんな違いがあります。あとはね、H264 とか H265 で、それぞれ MP4 なのか、MOV なのかっていうのが変わったりとかしますね。で、自分は基本設定はね、ここね、さっきも言ったんですけど、ちょっとオールイントラね、まだ試してないんで、今まではずっとね、ロング GOP でやっておりました。で、ビットレートも100ぐらいでね、自分は使っておりました。結構そのままね、元の素材のまま SNS に上げるっていうこともしてたんで、汎用性の高いね、MP4 なんで、H264 のロング GOP の420設定で結構取ったりしておりました。422 10ビットっていうね、より色の情報を持ってる形式だったりとか、H265 っていうね、高画質なのにファイル容量がちっちゃくできるっていうね、圧縮方法もこの中では選べるんですけど、それに対応したソフトじゃないと再生できなかったりとか、SNS 上で反映してくれなかったりとか、なんかね、そういったところがあったりしたんで、取って出しでフィルムシミュレーションの色味でね、SNS とかに上げることが多かったんで、ベースはもうね、今まで H264 のロング GOP の420、8ビットでね、撮影することも結構ありました。一番ね、SNS に上げるとしたらその辺がやっぱ便利なんですよね。動画設定の基本はこんな感じで使っております。で、じゃあ、カスタム2の方には、じゃあ何を割り当てたかっていうところなんですけど、これがな、H265 のロング GOP422 10ビットの MOV のね、この設定を割り振っておりました。逆に、この C1 のところには、同じように H265 の422 10ビットで、デフログのね、モードをオンに設定を割り振っております。ビデオの2項目目かなにある F ログ HLG 撮影っていうのがあるんですけど、ここにね、基本的に皆さんは SD カードの方で保存すると思うので、HDMI 経由でね、保存するのってまあないと思うんで、この左側の方をね、見ていただければいいと思うんですけど、ここに一番上のところがフィルムシミュレーション、いわゆる取って出しのね、内容になっていて、で、そこから下がね、F ログで保存しますよというものになっております。いわゆるログ撮影と言われるやつですね。で、このログ撮影の設定を C1 に割り振っております。クイックメニューでできれば一番良かったんですけど、クイックメニューの設定にね、この2つの項目がないんですよ。設定できないんですよ。なので、もうあらかじめ、このモードダイヤルの方で、それに設定した状態のカスタムを登録しておいて、切り替えてね、パンとできるように一応してるという感じになります。はい。でね、ダイヤルに関してはね、こんな感じでございます。カスタムダイヤルに、この設定を移したいなと、コピーしたいなっていう時にはですね、このカスタムの登録の編集のところから、さっきのカスタムのこの項目、今の現在時点の設定を反映ってやればですね、カスタム C のところ、さっきね、このカスタム C のところに、今設定した内容を全部反映させることとかできたりしますので、これを使ってね、ベースのやつをこう作ったやつをどんどんコピーしていって、でそこから細かいところを調整するみたいなやり方で、カスタムモードをね、カスタマイズしていくっていうやり方を自分はいつもとっておりますので、ぜひですね、
参考にしてもらえればなと思います。はい。という感じでですね、ちょっと長く喋りすぎちゃったんですけれども、いかがでしたでしょうか。冒頭ね、お伝えした通り、モードダイヤルの設定とか、クイックメニューの部分に関しては、本当にね、好みに分かれる部分かと思うので、あくまでね、参考にしていただいて、共感できる部分はね、真似してもらって、で、いや、これはあんま使わないなって思う部分はですね、自分の好きな項目に変えてもらって、よりですね、撮りやすい、自分好みのカメラにですね、仕上げていってもらえればなと思っております。ちょっとでもね、参考になったよとか、もし自分はこんな感じにしましたとかっていうのがあればですね、ぜひぜひですね、コメント欄等で教えていただければ嬉しいです。今日のところはですね、ちょっと喋りすぎちゃったんで、この辺で終わりたいと思います。では、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。